三上与作さん当時32歳、爆心地から 1.9 キロの千田町の電車の中で被爆しました。消防士だった三上さんは8月6日の朝は勤務が明けて宇品出張所から境町の自宅に帰る途中でした。家族は原爆の落とされる前の日に疎開していました。私は広島の消防署からこの宇品の啓発の敷地内に宇品出張所がありましたんですよね。そこへ配属になっておったんです。ちょうどあの日は消防署はね日夜交代なんですが、朝8時に来ましてね、それで一夜ずっと向こう泊まり込みになって、あくり8時にまた今度は交番おつばんとの半々ずつ分かれてあるんですね。それでちょうどその日は私はおつばんで帰る日でした。8時に帰る、そう8時に帰る日やったんですがね、帰る日でしたが、ちょうど空襲の警報が8ちょっと過ぎぐらいにはね解除になりましてね、私は当時境町方面に家がありましたので、そこへ帰ろう思ってね、それで電車がちょうどこの停留所で電車行ったら、もうちょっとの違いで電車出てしまってね、これ10分ほど待っとったんですよ。で次の電車に乗って電鉄のちょっと近くまで行きました時にね、電車の中でピカーッとひらめきの青いひらめきの火が出ましてね、それと同時にもやっとこの煙がね中へ入り込んでね、前の人が目裏にも煙入り込んできたんですよ。ものの30分も下自分でしょうか出てみましたらね、そしたらもうあとは方々もずっと火の手が上がって、どんどんと燃え火の手が上がってね、それでもやっとしたような、雲がかかったようなそういうような空でね、私もこれは思っちゃうんで、元に戻らないけん思って、それで元の消防署の勤務の宇品のここへですね、ここに徒歩で駆けて戻ったんです。それでこの消防署のここのちょっとこの電車があるでしょ、あこの周りがとこのあこまで戻ってきたらね、ちょうどこの残っとった今日の当番のその消防車がね、ここがどうも焼けてませんからね、それずっと乗って出てきたとこへこれ出くわしたわけです。それで飛び乗って、それがずっと電車道を行きましたらね、私は引っ返したんですが、もうそれで向こうへ行ってももう火の素晴らしいことでどうにもなりませんからね、もうそれで引っ返して、で仙台局とこまで戻ったらね、やっぱり仙台局の倉庫がねどんどん火災を起こしてるんですよ。仙台局のあこがね、行くとそうもなかったんですが、そういう意味ではと火の手上がってるもんじゃから倉庫がね、これ入れなんでそこへ入って、それで消火活動をしとったんですが、そしてある程度消火状態になってね、消えたわけですね。そうそう、ある程度そうとくすぶる程度まで何してからね、それで本所でどうなってるか連絡取ろう言うんで、それでみゆき橋渡ってねずっと行きよったんですが、もうずーっと電線が電信柱焼けてもこけとるでしょ、電線があるでしょ、なかなか車進まんのですよ。それで防火着いうて火がつかんような防火着の布で作ったような昔のハッピーみたいなしなあれがあるんですよ。あれをかぶり、また帽子をかぶってね、その上から水素の水をバケツが汲んだやつでね、2遍も3遍もかぶってびしゃびしゃになってね、それでホースの前のやつあるんですよ、それ一本ずつ前に行って、それでみんな途中これそうとついではね、それで消防署の本所まで行ったんです。さあ5、60人の署員が集まっとったんじゃないかと思うんですがね、その時私が行った時はもう6人しかおらぬんですよ。その後もあんたたちはもう今度重症者のきつい人からね救護せいう命令でね、それで所長さんはそこへ病院へ送り届けてから後はね、ずっとみゆき橋から高野橋間にもう両方にたくさん勢い大々にこけとるのたくさんおるんですよ怪我人が。それを見てね、一台の車に4人か5人に私は乗っとったんじゃと思うんですが、元気な消防署員は横の手すりをそこでさばっとるんですよね。それでずっと見てからに「助けてくれ連れてってくれ」とか言って埋めてる人おりますよね。そんなの何千個にもうきつい人から言うんで、で目ちょっと開けてみたら
また目開いたこれはまた命ある程度なもんでね、そういう重症者からね、あまりそっちはわしはこっちもつけないで、これで肩のと死のとこを持ってね、これでこの車に乗すんですよ、二人でね。それ持ち上げするとずっとこの皮向けてね、して折ってしまうんですよ。皮向けてしまって、こう尻のほどが肩の持って二人でこうやって抱えて車に乗すのにね、その皮がもうただれて向けてしまってね、下ずり折ってしまう。それはやけどで？やけどですよ。現場やけどになってね。ほいで痛いとも何とも言わん子にね。ほいでそれ車積んで、この運輸部の中に陸軍病院があったんですよ。この運輸部でこの軍隊がありまして、暁部隊で軍隊があってね、そこに陸軍病院があってね、それ向けてどんどん運びやりました。その次の日か、今度各市町所はね、方々にもさ2、30箇所ものああいう詰め所みたいなのにあったんです。車一台置いてそこへ7、8人署員がおってはね、宇品のここらは公の宇品警察署、広島消防署の宇品市長署という名目でしたけど、市長署はちょっと格好上ですけど、臨時にそういう戦時中ですからね、臨時にこの警察のところとか市役所のところとかいろんなそういうところへ重要な建物のところへね、これはもう全部7、8人おったの全部全滅でしたね。それでちょっと言ってみれば、焼けたでその車消防車乗って出動しよう思ったんかどうか知りませんが、消防車の自動車が半分握ったままね、もうプロゴになってるんですよ。プロゴになっておったりね。それで物をずっと起こし、建物何を起こしてみりゃ、その中に2、3人ね死んどったりね。それでもう逃げられん子にそって死んだんでしょうね。その当時消防車乗って原爆の時助かっとってもね、それで物の10日か、いや1月半ほどせんうちにね、だいぶ死にましたでの。同じ消防署員の中で助かっとっても、ね、頭の毛が抜けたとかね、なんやなしてね、その当時は助かっても1月半してからね、たくさん死にましたよ、消防署員の中でも。で二度とこういうような、死なれた人はもちろんですが、後に残された、ね、家族の方がね、いろんな困られた苦しんでおられますのでね、今後二度とこういう核戦争なんかないようにねしてもらいたい、そういう思っております。三上与作さんの証言でした。